はい、今日はじゃあ枝豆の箸をしたいと思います。枝豆の、株間というのは15センチから30センチと、様々結構あるんですけれども、今日は、チェーンポットの、株間15センチの LP303 の15というものを使っていると思います。チェーンポットっていくつか種類があって、CP303 の株間5センチですね。で、こちらが、303の10という株間10センチ。で、今日使うこの15センチなんですけども、見てもらうと分かるように、厚みが、全然違うんですね。で、今回15センチなので、ちょっと開くときにちょっと少し硬い感じがします。枝豆は品種によって大きさは結構ばらつきはあるんですけれども、今日はこの2種類を持ってきまして、穴の大きさは12、直径12ミリという大きさ、両方とも一緒です。2種類ある理由としては、このスライド板の厚みが違います。こちらが5ミリ、ちょっと見にくいかもしれません。こちら3ミリになります。でなぜこんだけ違うかというとですね、種をこうまいたときにですね、今こうやって振る作業をするんですけど、一回厚みが、厚い分だけ、種が一回ちゃんと入ったら出にくいんですね。こう振る作業をするときに出にくい傾向になります。でこっちはもちろんちゃんと入るんですけど、ちょっとこう振るとちょっと暴れてしまう時があります。品種によって大きさはもうバラバラなので、同じロットでも多少大きさが違ったりするので、この辺はちょっと使い分けしていただいてやっていただければいいと思います。はい、枝豆の箸をしていきたいと思います。まず最初に、チェーンポットの紙をどちら側でもいいので、一つだけまずめくってあげます。でこちら側は長くて、こちら側は今度短くなるんですけども、深海串をこのラベルの中に入れるんですが、刺すというよりも置いてあげて蓋を閉じるような形で押してあげる。で反対側もちょっと短いんですけど、しっかり親指で持っていただいて置いてあげて蓋を閉じて親指で押さえて入れてあげる。でこれぐらい出したら、枠の向きはこちらでもいいですし、こちらでもいいです。どちらでも構いません。で、開く時のポイントは、まずこの向きです。こうではなくて、こちらの向きで開きます。で、ポイントもう一つ目としては、この爪の幅よりも紙を少し大きめに開いてある。ここまでは爪と爪と同じ幅なので、気持ち少し大きく、そのまま下ろしてあげればスッと入ります。こちらも、爪よりも外側に行ってますので、内側に戻すように入れてあげればスッと入ります。で入れたら押さえて抜く、押さえて抜く。でここを忘れないでほしいんですけども、この白いラベルは必ず中に入れてください。育苗中の乾きの原因になるので、しっかりと入れる。そしたら育苗箱の中に、チェーンポットと、枠をこれを入れていきたいと思います。で枠を持つときは今のように枠の外に持っていただいてひっくり返します。ここを持つとですね、ここを持つ方たまにいらっしゃるんですけど、紙が外れることがあるので、必ず外を持ってひっくり返します。でたまにあるんですけど、紙の縁が、育苗箱に当たることがあるんですね。すごいシンプルなやり方としては、今見てもらうように紙がこちら側にこう向いているのが分かると思うんですね。でこちら側に向いてますので、こちら側に指を動かしていただければスッと入ります。じゃあ土詰めていきます。土は全体的に、均等に土を入れていきたいんですけども、ポイントとしては手で押さないこと。山盛りに持った土を、全体的に行き渡らせるように入れていただきます。山があったりしないように、まず手で軽く全体的にきれいにしていただいて、で簡単にまずブラシで
ブラシは斜めにしていただいて、そしたら表面をきれいにしてあげます。そしてフラットの状態を確認したら、このブラシで少し鎮圧してあげます。これは土質によって多少変わるので、柔らかい土は、しっかりと、重い土はそんなにしっかり叩かなくてもいいと思います。で少し鎮圧したので、もう少し土をかけてあげます。同じように表面はしっかりと山がないようにきれいに手で左右に動かします。でブラシは必ず寝かせてください。立ててしまうと余計に土をかいてしまうので、寝かせていただいて途中止まることなく向こう側に行き切るように。で行ったらこちら側ももう一回かける。で、見てわかると思うんですけど、蜂の巣が表面上に見えると思うんですね。これぐらいかいてあげると次の工程がだいぶ楽になると思います。で今度は、プレートで種を落とすための穴を開けます。慣れてくればいきなりポンって場所が分かるんですけど、慣れるまでは最初この上の2列を、まず当ててみてぐりぐりやりながら、で下の方も当てていきながら、まず仮押しします。仮押しするとチェーンポットの紙が潰れてなく、真ん中に穴が開いているのが分かると思います。そしたら今度は本押しします。上から体重をかけて、穴を開けるのもいいですし、拳でこのように穴を開けてもいいと思います。そしたら箸をしていきたいと思います。この育苗箱は少し高低差をつけてあげたいので、こちら側を少し高めにしてあげて、斜めになるようにしてあげます。でこれポットシーダーの持ち方としては、必ず、右手は、ここのどこかを持ちましょう。ここを持ってしまうと、スライドで種を落としてしまう可能性があるので、どこかここら辺のここを持ってあげて、で左手の親指はこのスライド板を動かないように押さえてあげます。この状態で左右に動かします。親指は必ず押さえて、右手はここを持たずにここを持ちましょう。種を入れる時のポイントとしては、端っこだけ位置を合わせます。ゆっくりとスライドさせます。でこの時に慌てずスッとやると種が暴れてしまうので、ゆっくりとこれを癖つけてみてください。で枠を取るんですけども、いきなり持ち上げてしまうと、先ほどの展開枠の爪と紙が一緒に持ち上がってきてしまいますので、必ず押さえてで最後は覆土します。これもさっきのバイドと一緒なんですけども、土は、押し込まないこと、育苗箱全体に行き渡せるように土は入れていきます。でこの時も先ほどと一緒で、手でしっかりと表面をかいていただいて、今度はブラシの、反対木の方を使って表面をきれいに、余分な土を最初きれいに取ってあげて、このように出来上がります。これで以上です。